皆さんこんにちは。マミリーランドのマミです。本日もご視聴いただき本当にありがとうございます。突然ですが、クリスがこの度3泊4日の出張に行くことが決定しました。この田舎暮らしを始める前、お互い別々の家でそれぞれの家で生活していた頃、私一人で犬2匹と猫1匹を見ていたことはあったので、その初めてではないんですけれども、今回はクリスと一緒に住み出して、そして子供たちとも一緒に住み出して、田舎暮らしで初めてクリスがいない生活を送るということなので、少しね、どんな感じになるかを動画にしてみようと思いました。最後まで楽しんで見てもらえたら嬉しいです。それでは、どうぞ。はい、まずはね、ワンオペ前日、買い物にやってきました。クリスは3泊4日の出張に合わせてある程度の食料が必要。そして4時間かけてね、出張先まで行くので、その間のね、スナックなどを買っているところです。私は私で、そのワンオペの間ももちろん私は働くので、なるべく仕事の帰りなどに買い物に行かなくてね、済むように、もうある程度の食品は今日のうちに買ってこようということで、今日はね、かなり大きな買い物になりそうです。ちなみに私には子供がいないので、今まで人生の中でそのワンオペ育児っていう言葉を自分自身では使ったことはないんですけれども、日本人のね、友達からとかはよく聞きました。今週ワンオペなんだよねとかっていう話でよく耳にしたりはしたんですけれども、じゃあ一体ワンオペって何なんだって思って調べたら、ワンオペレーションっていう意味なんですね。でも実際に海外ではワンオペレーションでは通用しないみたいで、そのワンオペ育児っていうことに関しては、海外でワンオペ育児を説明しようとすると、ソロペアレンティングっていうのが一番近い表現になるようです。なので、いわゆる和製英語なんですよね。で、私もオーストラリア在住11年目になりますけれども、本当に和製英語っていろいろあって、日本で私が自分で使っていた時は、英語だと思って使っていたものが、こっちで全然通じなかったなんてことは本当にしょっちゅうあって、ちょっと今ね、その例題が思い出せないんですけれども、本当にね、数々の場面でありました。何回言っても通じなくって、で、調べてみたら和製英語だった。そんな単語、そういう言葉がね、英語圏にはないっていうことがね、多々ありましたね。またね、そういったあるあるもね、思い出したら動画の中でね、紹介していきたいと思います。この後、新鮮な野菜や果物はマーケットによって購入して、結果ね、これだけの荷物を持って帰ってきました。そんなこんなで明日はね、パパの朝が早いので、みんなでね、もう早めにベッドで就寝しました。バイバーイ。ね、パパ行っちゃったね。パパ行っちゃったよー。Where's Papa? Where's Papa? パパバイバイって。もちろんね、この後まだ朝早かったので、犬2匹と私はベッドに戻って少し二度寝をしました。見ての通りね、パパがいないので、犬2匹が両方に私の方に来て、これ両方からね、脇を固められて、私あんまりね、寝返りが打てなかったんですね。オッケー、バイバイ。バイバイ。お姉ちゃん帰ってくるからね。お姉ちゃん3時に帰ってくるからね。ママ9時に帰ってくるからね。はい、バイバイ。バイバイ。花。バイバイ。
今日のお袖も無事に終わって、やっと家に帰ってきました。さて、犬たちの反応は？ You had dinner? Hey? You had dinner? Hey? 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 Ooh, 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 ooh. はい、パパがね、いないのをいいことに思いっきり占領しているソラ。それでは今晩から私たちだけで寝ようね。はい、おはようございます。2日目の朝になりました。このまだ空の眠たそうな顔。クリスにいつも言われるのが、僕がいないとき、せめて枕だけはね、ドッグフリーにしといてくれよって言われてるんですけれども、too late ですね。思いっきり空も花もクリスの枕で遊んでおりました。はい、今日実はね、私1日オフなんですね。火曜日の1日オフ。天気もね、いいし、今日は本当にね、ゆっくりしようと思ってます。まずは朝ごはんから。今日もチキンと野菜たちと納豆、ご飯と味噌汁の私の定番の和定食から始まります。One day she said, write me a love song, cause I know you'll make it beautiful. Maybe I'll call you my sweetheart, and promise nobody can steal me away. Then I am yours, cause I want you, and I wanted you to know. で、今日本当は、日本人の友達とワイナリーにご飯行こうって言ってたんですけれども、昨日ね、急遽、ちっちゃい子供がいるので、熱出しちゃってということで、キャンセルになったのでね、もう今日は自分のためだけにね、使いたいと思います。今、長女がね、まだ仕事行ってるし、今日は朝から本当にね、ゆっくり、自分のためだけに時間を使っています。あと、ちょっとね、やりたいこともあるし、でも有意義なね、今日は時間が過ごせそうです。はい、これがね、そのやりたかったことなんですけれども、実は仲のいい同僚が、次の日、誕生日だったので、ちょっとサプライズでね、カップケーキでも焼いていこうかなと思って。まあまあ可愛くできたと思うんですけれども、皆様どう思いますか？はい、それではね、3日目の朝になりました。今日の勤務は、早出でも遅出でもなく、いわゆる日勤というやつです。私の職場ではこれをオフィスデーと呼んでいるんですけれども、だいたいマネージャーやコーディネーターが休みの時などに、その代わりとして業務をこなすために、もしくはそれ以外の自分の業務で、データのね、打ち込みなど集計をしなければいけないのが毎月出てくるので、そういう時などにこのオフィスデーをね、もらうことができます。Sit. Good boy. Drop. Go. Sit. Go. Go. はい、もちろんね、仕事行く前の犬たちへの儀式も忘れずにこのジャンプ力。はい、ただいまね、絶賛日勤中でございます。こちらはそのオフィスデーの時にね、使っていい部屋なんですけれども、今はコーディネーター不在の今日は穴埋めということで、オンラインのね、ミーティングに少し参加しています。Hello! Hello! 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 Hey! Hey! You're good?
はい、それではね、この日勤の後、私がね、一体どれだけのことをしなければいけなかったのかを一緒に見ていってください。まずはね、ゴミ出し。この日ね、ゴミ出しの日だったんですね。普通のね、ゴミ出しだったら別にいいんですけれども、なぜね、田舎の家ですからね、遠いんですよ。ドライブウェイをずーっとこれを持って降りて、ゴミ収集車がね、来てくれるところまで持っていかなきゃいけなくって、またこれが重かったんですね、今週。そしてね、ゴミ出しの後は水やりです。ちょうどね、ガーデニングも始めていっていて、新しい植物をね、埋めたりしていってるので、やっぱり水はね、欠かさないんですね。最初の頃やっぱり根がね、しっかり生えてくるまでは、水やりは欠かせない仕事になっています。全部の植物にね、しっかり水あげようと思ったらね、やっぱ2、30分かかるんですよね。結構大変です。あ、はい、ママがね、水やりしてる間に、散々遊び倒して、その遊びが過ぎて少し乱暴になって怒られてを繰り返した犬たちの表情がこちら。はい、そしてもちろんね、床の掃き掃除が必須です。うちにはね、ロボットバキュームがあるんですけれども、前のね、私の家では大活躍していました。ただ、今回ここでも何回か使ったんですけれども、まだね、荷物が多すぎて、床にね、物がありすぎて、なかなかね、ロボットバキュームうまくいかない。いろんなところに、入り込んでしまって出られなくなったりとかして、なかなかね、機能が活かせないので、やっぱりこのね、手動でやるのが一番いいので、本当にしっかりしたいときは、自分のね、手でやります。そして、毎日掃除しても、これだけの犬たちの毛が出てくるんです。はい、今日はね、私もお昼ご飯少し遅めに食べたので、夕食はいらないかなっていうぐらいなので、もうね、先に犬たちのご飯をあげて、自分の時間にしようと思います。Take you there. If I'm gonna love somebody, I just wanna love you. If I'm gonna love somebody, I just wanna love you. If I'm gonna love somebody, I just wanna love you. If I'm gonna love somebody, I just wanna love you. I just wanna love you right. Love it. はい、おはようございます。今日が最終日、4日目の朝になりました。今日ね、私が仕事行って帰ってきたら、クリスが帰ってきてるはずです。いつも通り朝出で朝5時半に出発したんですけれども、景色がね、だいぶ変わってきました。アデレードは10月からサマータイムに変わって、早出出勤で日の出が見えるようになりました。こちらがね、今日のお別れ会の準備が着々と進んでいる状況です。半分ケータリング、半分持ち寄りといった感じになりました。はい、途中ね、気になってお寿司の減り具合を確認しに来ました。3つしか残ってない。空っぽ。はい、そして家に帰ってきたら、このおじさんが出迎えてくれました。おかえりなさい。Hello. Hello.
はい、そしてね、また2人の世界に入っております。何度となくお伝えしていますが、クリスはもう花にベタ惚れでございます。たまにこっちの方がカップルなんじゃないかと思うぐらい、こんなね、優しく撫でております。本当にね、うちはね、面白いぐらい、花はパパっ子、そして空は完全にママっ子なんですね。お互いね、寂しかったでしょうから、2人の時間を邪魔せずに、私はこれはね、家の中からこっそり撮影しております。たかが4日間、されど4日間。このワンオペ4日間の私の感想。思ってた以上に疲れました。今回ね、私が気づいたのは、思ってた以上に私たち家事分担してたんだなって、そこにね、気づけたのも良かったかなと思います。本日も最後までご視聴ありがとうございました。それではまた次回の動画で。バイバイ。